この間会社の見積もりもらったら聞いたことない費用が入ってて、俗に言う謎費用ですね。何の費用か聞いたんだけど濁されてなんだかわかんないんだよね。あ、ペンタロウさんだ。穴子さんにチュン太郎さん。会社の謎費用を解明したいです。あー、見積もりに入ってるあれね。じゃあ項目ごとに暴いてみようか。こんにちは、ペンタロウです。会社にありがちな見積もりの謎費用、聞いてもゴニョゴニョ言って結局なんだかわからないことも多いですが、行政書士ペンタロウが各所に独自調査した結果を紹介します。1、謎の諸費用たち。ガス検査費用。まずガス検査費用というのがありますね。トイレのメタンガス検査みたいな感じかな。音的には排ガスか何か検査しそうな感じするよね。具体的には何をするんでしょう。端的に言うと運輸支局への持ち込み検査のことを指しているという会社が多いかな。持ち込み検査って何？型式指定車以外は登録の際に運輸支局に車両を持ち込んで検査しないといけない。型式指定車？型式指定車とはメーカーの製造工程全般の中であらかじめ検査を受けてある車両です。事前に検査されているから同じ型式の車両は全て検査なしで新規登録できるよっていう制度。じゃあ型式指定車なら運輸支局に持ち込まなくていいんだね。そういうこと。型式指定車は完成検査証がメーカーから発行されていて、それをもって新規登録できます。国内メーカーモデルは大抵型式指定車だから車両を持ち込むことはないけど、海外メーカーモデルは四輪も含めて型式指定じゃないものも結構多くなってる。販売台数が多くないものは型式指定を取る工程の方が大変なので。会社のバイクはほとんど型式指定じゃないから持ち込み検査するんだね。そういうこと。持ち込み検査のことをガス検査って呼んでるの？なぜかそうらしい。よくよく聞くと持ち込み検査のことだって答えられる。確かに検査項目に排ガスもありますが、他はライトとブレーキ、スピードメーターあたりの検査。検査工程は3分くらいでしょうか。ガス検査見積もり5万円って書いてあるけど、ほぼ運輸支局のトラックで運ぶ往復の工数ってところだね。5万円は高いけど。ちなみに本来持ち込み検査不要の型式指定車でも完成検査証発行から9ヶ月を超えると持ち込み検査が必要になります。長期在庫車は会社と同じことをするんだね。そう。でも長期在庫車だからといって持ち込み検査料が上乗せされることは普通ないね。そうしたら在庫車買ってくれないもんね。点検整備費用。点検整備費用、納車整備費用、組み立て費用っていう項目もあるよ。新車なのに整備しなきゃ乗れないってことですかね。だとするとメーカーは完成品を納入していないことになるよね。ちょっとメーカーに電話して聞いてみましょうか。トゥルルルルル。はいはい、ヘンテコバイクジャパンです。すいません、そちらのバイクってメーカー希望小売価格の金額で乗れる状態のものを提供される想定ですよね。はいはい、もちろんです。販売店が整備して完成するみたいなことを言われたんですけど、販売店への輸送時はミラーなど外した状態で梱包されて輸送されますが、検品作業時に開梱、ミラー装着などを行ってお客様へ提供するのが通常です。ただ自転車などもそうですが、販売店では完成品を提供するのに対して通販で梱包状態のものを提供する販売方法などもなくはないようです。メーカーさんとしてはメーカー希望小売価格はそのまま走り出せる状態を想定してるんですよね。はい、その通りです。わかりました。ありがとうございました。やはり完成品イコールメーカー希望小売価格という前提で設定していますね。じゃあ組み立て費用って変だね。実際は検品作業に含まれる内容です。メーカーは完成品を引き渡すことを販売店に要求してて、それをメーカー希望小売価格で売ってほしいなと言ってる。でも実際はメーカー希望小売価格に検品作業のコストとして上乗せして売ってるってことだね。メーカー希望小売価格より安く売るのも高く売るのも小売店の自由です。ただ別の費用を設定して切り離せないものとして販売するのは、安い見た目で釣って高く払わせるおとり広告や独占禁止法の抱き合わせ販売禁止に抵触する恐れがあります。
要するにメーカー希望小売価格100万円のバイクを本体150万円で売るのはいいけど、本体100万円プラス何かの費用50万円抱き合わせみたいな表記は NG ってことだね。メーカー希望小売価格のつもりで見積もり取ったらすごい高いとぼったくられた気持ちになっちゃうもんね。販売店によってはメーカーから届いた車両をばらして組み直して納品するというところもあります。そのコストを見積もりに入れてるケースね。てめえ文句言うなら届いたもんそのまま渡すぞこら。まともに走らなくても知らねえぞこら。って切れコメントをたびたびやるやつかな。メーカー側が難のある製品を販売店に納入していることに問題があるんだけど、そこはそういう前提で販売店と卸価格が決められているはず。ホンダのバイクのように届いたものそのまま納品できるというものとそうでないものでは会社同士の取引の前提が違います。ホンダよりイタリアのバイクは卸価格が安いはずってことだね。本来そうでないとおかしいね。そうでないとすれば本国のメーカー、輸入会社、販売店の流れで適切な金額設定になっていなくて、それぞれの会社が最終的にユーザーから引っ張ればいいやと考えている可能性もある。経営者の腹黒さを感じるね。開墾費用。そういえば開墾費用っていうのもあったよ。輸送用木箱を開ける作業のことでしょうか。これは商品の陳列代をユーザーに請求してるわけだね。てめえ文句言うなら箱のまま渡すぞこら。バイク屋で働いてみろこら。って切れコメントたまにあるやつだよね。メーカー側と販売店までの契約ではその作業を販売店が持つ前提で流通の契約がなされているから、その契約に切れてほしいけど、切れている販売店従業員さんは販売店経営者や卸元の会社にいいように操られていそうです。並行輸入車なら箱渡しもありだけどね。あくまで中古車と同じような扱いだし、箱渡しならいくら、開墾するならいくら、ミラーつけるならいくらみたいに設定しても特に引っかかることもないし。2、登録代行費用。運輸支局への登録はユーザー本人の義務だったよね。その通りです。依頼したければ誰かに委任してもいいけどね。自分でやるっていうとじゃあ売らないっていうお店あるんだけど、明確に違法ですね。それはグレーじゃなくて真っ黒だから危ないね。違反すると刑事罰もありますね。懲役刑もあるから怖いよね。なんでみんな平気でやってるんだろう。どういう法律に抵触するか詳しく教えて。行政書士法。まず刑事罰のある違法行為が行政書士法違反。行政手続きの申請にかかる作業を行政書士以外が有償で引き受けちゃダメというものですね。ただなら OK ってこと？そう、登録代行費用ただなら OK。事業には先見業務が設定されていて、先見業務にあたるものを資格なき者が有償で行うと重い罰則があります。先見業務の例は、訴訟は弁護士、登記は司法書士、社会保険手続きは社会保険労務士、税金の申告は税理士、特許手続きは弁理士という具合になってて、これら以外の人や会社がお金もらって引き受けたら捕まって刑務所入りか罰金。この間退職代行サービスのモームリっていう会社が報酬を得る目的で法律業務を弁護士に斡旋した疑いで警視庁の強制捜査が入ったね。これは今回の行政書士法とおよそ同じ構図。3万円で受けて3000円で外注するのはアウト。3万円で受けたことが申請業務を受けたとみなされるから、いやいや2万7000円分は郵送とかの費用で申請業務部分は3000円しかもらってないんだよっていうのが NG ってこと。要するに行政書士委託費用として3000円で受けて3000円で外注するのは OK です。実際には郵送費などかかるので、その辺を別に項目を立てて載せても OK です。この件は過去にとある大手陸送業者が取り締まられたことがあるんだよね。みんな平気で登録代行費用として請求していますが、 100% アウトでグレーじゃなく真っ黒なので早々にやめた方がいい事案です。改正行政書士法が2026年1月から施行して、より厳しく判定されて関与した従業員がポイポイ刑務所に入れられるようになるから、バイク屋さんみんな本当に注意してくださいね。独占禁止法。商品をメーカー希望小売価格で売らなくても違法じゃないのはさっき話したね。メーカー希望小売価格100万円のものを150万円で売ってもいいってやつだよね。あくまで商品本体の価格に設定して、うちは150万ですよというのが OK です。
登録とか別のものをセット販売するのは抱き合わせ販売禁止に抵触する恐れがある。商品本体に含んでも別項目でも合計は一緒だけど、結果は一緒でも安いと誤認させて実際は高いとなることが問題とされてるんだよね。登録代行業務を委託しないと商品を売らないというのはダメということです。登録代行費用を別に取らなければ抱き合わせにならないし、無償だから行政処置法違反にもならないから、登録代行費用を請求しなければいいだけ。簡単なことなので業者さんはぜひ見直してください。3、新車売っても利益出ないんだよ。新車売っても利益ほぼゼロだから上乗せしないとやってけないんだっていう話ちらほら聞かない？業者らしき人からよくあるコメントだね。そんなことありえるんでしょうか。実態についてペンタロウが各販売会社に独自リサーチしました。結論から言うとただの嘘でした。やっぱりね。本気でそう思わされている従業員の人は会社に騙されてるから。複数箇所に実態調査をしたんだけど、分かりやすくイメージで言うと、新車をそのまま中古に流しても利益が出るくらい。中古に流すっていうことは新車販売価格よりだいぶ低いですよね。業者オークションとかに流すと数十万円安くなるよね。そんな感じでも利益出るから十分に運営できるようになってる。ただどこぞのメーカーみたいに自爆営業を強要して中古車価格を暴落させちゃうと大量な赤字が生まれるだろうけど、それは特殊な例。そもそも利益が出ないような卸価格で仕入れているとしたら、それは卸元との契約条件が極めてまずいです。それは完全に経営者の責任だね。利益率を上げるためにいろんなものを上乗せすることを正当化するために経営者側が従業員を洗脳しているかもしれません。怖いね。ペンタロウにバイク屋で働けって切れるよりも経営者に切れた方がいいだろうね。4、誰が悪い？会社がなぜか高い理由は分かったけど、結局誰が悪いのかな。まず卸会社と販売会社の卸価格交渉の問題です。利益出ない設定で卸元から仕入れていたら、そのビジネスそもそも成り立ってないもんね。それでも顧客からぼったくればいいやと初めから思っているとしか考えられません。交渉力のない経営者は問題が大きいってことだね。経営者に問題があるのに卸元が悪いんだ、ぼったくるのが当たり前だって言われて騙されてる従業員も多いかもしれない。切れ込めさんたちはそんな感じなのかな。正常な思考の経営者ならぼったくり前提で事業を始めませんが、悪質な経営者は洗脳もお手の物でしょう。法令遵守についても厳しくなるから、悪質なものは自動的に一掃されていくかもしれないけど、ますます規律が求められる世の中になってるよね。そういえばペンタロウさん、この間買ったでかいのどこ置くの？倉庫がいっぱいで置き場がなくて考え中。路駐は現金ですよ。そうだよね。法令遵守してくださいね。急いで駐車場借ります。今回こちらの世界のペンタロウは駐車スペースが足りず忙しいようですが、車やバイクに関わる法律やシステムも随時変わっているので注意するようにしてください。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。